皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2021年5月15日の生放送を行っていきます。というわけで、放送開始前からご来場ありがとうございます。三月まさん、ミキさん、山下秀樹さん、ポルポルさん、早速、総文教さんもこんばんは。というわけで、早めに来た方も、これから入る方も、ここから、1時間から2時間ぐらいの放送ですが、今日もよろしくお願いします。ライブはもうあんまりその日の調子に合わせて今日やろうかなどうかなっていうのを結構決めるので、事前に何時間前からさあやるぞみたいな感じなのはちょっと最近あんまりしてないですよね。ただし、コミュニティの方では今日、明日、明後日のどこかで、生放送しますよということは一応予告はしてあるので、コミュニティの方で話題の募集などもしておりました。5件と非常に少ないので今日の話題としては全部取り上げられるでしょうということもお話ししておきながら、さて流水さん、あれ今日ですかこんばんはということですが、本当に、ライブに関しては見つけたらラッキーだなぐらいな感じで見てもらえれば、そしてこの生放送基本的には保存動画にしますので、ライブを見逃したからといって、もう二度と見れないっていうことではないので、その点はご安心ください。よいしょ。というわけで、今日のニュースとしましては、中国関連の話からスタートしまして、その後、ちょっと新型コロナの話もしまして、ワクチンの話題についてちょっとこちらの方書き込みあったので、これも取り上げていこうかなと思います。その他小さな話題として、北朝鮮のサイバー攻撃、最近だとアメリカで非常に激しい攻撃があったよっていう話なんかもあるので、それに関連してのお話をして、それと韓国のネタも一応2本用意しております。今日のニュースなんですけど、韓国で旭日旗を使用すれば最大懲役10年っていうような報道が韓国側の、中央日報で行われていて、もう本当にね、昨日の動画でも昨日作って今日投稿した動画の中で、韓国側の行った調査で日本人は韓国に対してすごく悪い評価をしているっていう調査結果が出て、これに関して私は好き嫌いの感情じゃなくっても韓国っていうのは非常に日本に対して敵対的な行動をとっている国なんだよっていうお話をしたわけなんですけど、この件なんかはまさにその典型例で、もうこの旭日旗について言えば韓国側の主張っていうのは全く何一つ納得できるような根拠を持たない形でもう日本ってのをひたすら批判するという話なんですよね。この旭日旗に関しても。そもそも論で言ってこの旭日旗っていうのは別に第二次世界大戦中の時だけ使って何かその旗だけを
なんか侵攻するような形で軍国主義が流行ったっていうわけじゃないわけなので、それをなんか無理やり今になって問題視して、じゃあこれを使ったからはい最大懲役10年ねってもうどういう神経よっていう話なわけですよ。まあこういった話はもう、まあ枚挙にいとまがないという言葉が一番当てはまるのかなとか思いますけれど。よいしょ。まあといったわけで、まずはコミュニティの方でどんな、書き込みがあったか、まずはさらっと、ご紹介しましょう。今日は件数が少ないので最初に、概要をお伝えしますと、まず総雲峡さんから、梅雨の風物詩となった三峡ダムはどんな手段で崩壊を防ぐか、上川さんの予想を聞かせくださいというのがまず一つと、暗目標619さんから、上川さんはどのような音が好きですか？私は最近アヒルの羽繕いの音にハマっております。何かおすすめの ASMR がありましたらぜひ教えてください。ということで、これ、まあ、咀嚼音であるとか、何かのせせらぎの音であるとか、まあこういう音っていうのを楽しむ動画っていうのが結構人気なんですよね。まあそういった話ですね、暗目標さんの話は。そして H チワワさんからは、中国のコロナワクチンの効果は実際にどうなのか知りたいです。ワクチン接種率が高いと言われているインドの今の現状はどうなのでしょうということで、こちらの方、今日はニュース何本か用意しております。総運局さんから、中国の医薬品で効くのは美薬だけは、過去笑いとの世間の評判がありますが、私も知りたいです。地天地さんから、中国が月の裏側に基地のようなものを建設するとかしないとか、実際中国の台所は火の車らしいのに大丈夫なんでしょうか？もっと他に使うべきところがあるのではと思います。ということで、こちら中国関連の話で、こちらニュースは用意してはないんですが、まあこのコメントは十分できるでしょう。旅好き和夫さんの書き込み。電力見通しについて、原発は危険だから使うな。火力発電は二酸化炭素増えるから使うな。と文句を言う輩が増えたと思えば、再生エネルギーは冬場効率が落ちますので、電力不足になる見通しです。と役人仕事。足りなくなる前に手を打てないのかと思う残念。火力発電にしたって効率改善された発電所もあるし、アピールしない。意見を聞いたらリスク背負いましたと悲しい現状、どこで舵を誤ったんだろうということで、こちら電力関係の話ですね。まあ、再生エネルギーっていう、まあ、電力政策全体の中でさあ再生エネルギーどんぐらい使うのっていう話の中で、まあ今の電力政策についてまあ問題点があるよっていうお話ですよね。ポチッと。はい。というわけで、レンさん、また遅刻、上川さん、皆さん、こんばんはということですけど、大丈夫です。遅刻したから悪いなんていう風潮は全然このチャット、このライブにはありませんので、まあ見つけたらラッキーだなぐらいな感じで、まあ全然問題ないですよ、と。関西ファンシーさん、鬼滅の刃でも、旭日旗出てたから大炎上してましたね。まあこれは旭日旗ではなくて日の出のマークが耳飾りにありましたよ。耳飾りのあるその日の出のマークが旭日旗だっていう風に言って、まあ大炎上したっていうのが、まあ正しくはと言えばいいんでしょうかね。どっちみちあれは、日の出のマークっていうのは、まあ日が差す、五光が差すような形になるので、放射状の光っていうものに対して、あちらの国はものすごい反応しますからね。というわけですね。いいけどな。はい。というわけで、いきましょうかね。ポチッと。まずはこの中から、まあ、書き込みにないものからちょっと進んでいくんですけれど、まずは簡単な話からいきましょう。まあ、中国に対しての、中国包囲網っていうのが少しずつ形成されていますよっていう話は、私のチャンネルでは動画をまあ連続的にやってるんですけど、まあその中の一環として行われているのがまあ軍事訓練です。軍事訓練っていうのはまあ戦争がない時にみんなの連携を深めましょうねっていう目的で行われているものなんですが、その中でもちょっと珍しいものというか、まあ初めてっていう言葉がつくものっていうのはやはりこれまでと何かが変わったよっていうことをお知らせするものなので、まあ非常に重要なものです。というわけで何が初めてだったのかなっていうところで言うと、こちらの記事をご紹介しましょう。と思ったら、これはちょっとコピーできなかったですね。
読み上げソフトを使おうとしたんですが、ちょっと聞かなかったので、直接読み上げさせてもらいます。日米仏合が共同訓練、東シナ海での実施は初めてということで、日本、アメリカ、フランス、オーストラリアの共同訓練が東シナ海で初めて実施されました。この中でフランスも加わってきましたよっていうのは、少し新しい動きとして見ておかないといけない部分ですね。海上自衛隊は14日から東シナ海でアメリカ、フランス、オーストラリアとの共同訓練を始めた。離島防衛を想定した訓練などを行う予定です。念頭にあるのは沖縄県の尖閣諸島や台湾の周辺などで軍事的な行動を活発に続ける中国。フランスも加わったこの枠組みで東シナ海で共同訓練が行われるのは今回が初めてで、EU、ヨーロッパ連合を含めた幅広い結束を印象づける狙いです。一方、中国外務省はガソリンの無駄遣いだと牽制していますというふうにしてですね。この最後の一文がちょっとね、クスッと笑える部分ですよね。中国外務省がこの訓練に対してガソリンの無駄遣いだっていう、なんか素人臭い批判をしているところが面白いなと私は思いましたね。で、訓練に対してですね、これを無駄だっていうのはそれこそ、素人臭く思えてしまうんですよね、どうしても。こういった訓練っていうのは基本的に何かが起こらないといいんだけど何かが起こった時にするものであって、いわば保険的なものなわけです。つまり保険というのは全く無駄だって言ってるようなもので、保険というのは基本的には必要なところに必要な分だけあればやはり非常に心強いものです。よいしょ。で、この日米共同訓練に対しては、報道陣に対してのかなり情報の公開っていうのも行われているのが少し特徴かなと思うので、というのも、普段訓練そのものについては行われているわけです。でも、それに対して報道がどれだけされているかっていうと、あまりされていないのが現実です。特に日常的に行われている日米の共同訓練っていうのは、それこそ、毎年のように行われていたら、それはほとんど報道されないわけです。ただ今回の場合だと、フランスも加わって、しかも場所としても東シナ海で行われていることから、狙いとしては明らかに中国を意識したものだなっていうのが誰にでもわかるような形で行われていて、しかも今回報道陣に対して、情報公開がされていて、写真もかなり公開されています。これは AFP 通信の伝える記事なんですけれども、日仏米共同訓練報道陣に公開ということで、写真の方がですね、非常にたくさん、本当に非常に多く、公開されています。この点なんかですね、情報を隠すよりも公開することによって抑止力を得るっていう、非常に宣伝効果があるわけですね。実際にこういった訓練の場合だと、隠すことによって何かを得ることもあれば、逆に公開することによって誰かに対してメッセージを送るっていう、二つの方法があるわけなんですけど、中国に対しては隠すよりも明らかに公開してみんなでやってますよ。これはあなた宛てのメッセージですよっていうことをはっきりと言うことが非常に大事なんですよね。何しろこういうふうにして公開しないと中国はその意図っていうのも全然分かってくれないもんですからね。そしてこういった訓練っていうのをすることによって中国が、ガソリンの無駄遣いだみたいな風な反論をするっていうところからもメッセージとしては伝わったんだなという感じですよね。ポチッと。で、中国の報道機関の方でもこの件に対してではないんですけど、最近だとですね、日本の防衛白書だったかな、日本の、なんだったっけな、防衛白書じゃなくて、防衛要項だったかな、そういったものの中に、台湾についての記述っていうのがはっきり書かれるようになりました。で、この台湾についての話っていうのをきっちりと明記して、この事態に対して日本も考えなければならないなっていうふうなことが書いてあったわけです。で、それに対してですね、中国は、日本は台湾有事が起こった時に介入するつもりか、みたいな形で、批判を、報道機関が行っております。こちらの方も記事をご紹介しておきましょう。台湾有事の介入警戒。日米仏訓練を批判。中国紙。
13日付の中国共産党機関紙人民日報系の艦玉時報は、自衛隊、米軍、フランス軍などが実施中の共同訓練について、台湾海峡で起きる衝突への介入を仮定しているという見方を伝えた。また、日本に対して、ますます中国を包囲する集団戦術の積極的なメンバーになっていると批判した。11から17日の共同訓練では、市街地の戦闘を想定した訓練も行う。これについて、同氏は意外で異例と指摘。軍事専門家の総中平氏は同氏に、台湾侵攻時に中国軍は上陸後必ず市街戦を行う。訓練は米軍などが先に上陸し、台湾軍を支援する可能性があると示していると分析した。総氏は日本に関して台湾を植民地としていた時代の考え方を抱き、内心では台湾独立を望んでいると主張した。一方、中国外務省の花春英報道局長は13日の記者会見で、共同訓練は中国に全く影響がない。3カ国が自国民の利益のために時間や資源をもっと使うよう希望すると語った。といった具合にして、この共同訓練というのがまさに中国の行っている台湾に対する圧力、これに対する対抗措置として行っているんだろう。しかもそれっていうのが昔の戦前の時代ですよね。日本が台湾っていうのを植民地として持っていた、そのことをもう一回思い出して、中国に対して、圧力を加えているんだっていうふうな、反論をしているわけなんですけれども、いやいや、そういったふうに受け取ってくれるんだったらいいんだけれども、っていうところですよね。はっきり言ってこういった訓練を行うことによって中国側がそう受け取ってくれるんだったら、それは非常に良いことだと思いますね。何しろですね、今回フランスが加わったわけなんですけど、実際の戦力としてじゃあフランス軍が役に立つかっていう話になったら基本的にはほぼほぼ役には立ちません。じゃあなんで同じようにして訓練するのかって言われると、それはあくまでも実際の戦力としてではなくてですね、政治的な力、外交的な力っていうのをフランスを舐めてはいけませんよっていうことから、非常に重要なわけです。実際に戦闘に加わる人数であるとか戦力っていうものではなくて、こういったものに加わることによって何か起こった時にフランスはじゃあどっちの側に立つんですかってなった時に明確に反中国側の立場を取らざるを得なくなるわけです。中国が手を出せばですね。で、フランスの立ち位置としては EU を主導する国としてどの国が、トップに名前が上がってきますかってなった時に EU の場合だとドイツとフランス、この2カ国が EU の主導的な立場にあるわけです。ドイツに関しては、以前だとものすごい中国べったりだったわけなんですけど、ここ最近はその立場っていうのを、修正にかかっているように私には見えるので、この点に関して言っても、少し、中立的な立場にドイツがなろうとしている。そして、フランスが明確に、こういった日米の訓練に、共同に加わることによって、ある意味、伏線ですよね。今後どのような事態になったらどうするかなっていうことを考えたときに、事前に何か行動しておく。その行動っていうのがまさにこの東シナ海で日米と一緒に訓練するっていうことですよね。だから今後何かが起こったなってなったときに中国が非常に、国際的な情勢として反米的な動き、反台湾的な軍事行動をすれば、自然とフランスの立ち位置が決定する。そしてそれはあくまでも中国によってもたらされた行動ですよっていうことが言えるわけです。非常にめんどくさいようなやり方だとは思うんですけれども、相手が悪いから自分はこうしなければならなかったんだっていう形に持っていくのは非常に政治外交上は有利に働くわけです。これはいろんな戦略上の話なんですけど、例えば一つ戦争の話をするとするならば、相手が攻撃してきたから私たちは反撃しなければならないんだっていうこういった世論作りっていうのは非常に国民の支持を受けやすいわけです。しかし一方において自分の方からあの国は危険だから攻撃しなければならないっていう言い方っていうのは、説得には時間がかかるわけです。これなんかは、例えば湾岸戦争の時、イラクには非常に、大量破壊兵器が大量にあり、これが危険だっていうふうにアメリカなんかはやったわけなんですけど、これなんかは、やり方としては非常に二流だったわけです。
まあそれこそ、第二次世界大戦の時みたいに日本の方からアメリカを攻撃してきたんだ。だからアメリカは第二次世界大戦に本格参入して、数十国を全て打ち破らなければならないっていうふうにやった方が、はるかに国民の支持率は高いし、国民の支持率が高いっていうことは戦意が高い。まあ戦争に対しての協力っていうのを、まあ非常に政府としても国民に求めやすい状況が作れるわけです。つまりフランスのやっていることっていうのは、ある意味、まあ誘い待ちみたいな感じで、まあもしも中国が、まあ有事と呼ばれるような行動を起こすんであれば、まあそれによって自国の政府活動っていうのは非常にやりやすい状況を作れますよっていう、まあある意味、伏線なわけですね。まあフランスの外交っていうのは基本的にはまあ非常に、狡猾でしたたかっていうのがまあ時代的にもまあもう歴史的にもかなり証明されているので、なのでこういった下地作りをするっていうのがまあ非常に重要なんでしょうね、フランス外交としては。で、この後フランスだけではなくイギリスもこの地域には、空母艦隊を派遣してくるので、まあこの時フランスもイギリスも、まああんまり仲のいい国ではないものの、まあ少なくとも反中というか、中国に対する牽制という意味では、まあ非常に手を握りやすいので、日米との関係っていうのも、この時に訓練を行うことで深めることができるんではないかなというふうに私は思っております。まあなので中国側がですね、こういった訓練に対して、まあガソリンの無駄遣いだっていう、まあ非常に、ネットの書き込みみたいな低レベルの反論をするんだったら、まあどうぞしてくださいねと私なんか思ってしまいますよね。まあそういったことを反論を受けたとしても、日本側としては、EU の主要国であるフランスと、そして EU から離脱したんだけど、まあまだまだ世界の主要国の一つであるイギリスとの関係を深めるっていうことが、まあ非常に重要じゃないかなと思いますね。うん。ポチッとな。ともさん、第二次大戦敗戦時、フランス砲兵はドイツ軍が侵攻してくると、砲を引っ張って逃げた。弾を美しくして逃げたんじゃない。一発も撃たずに逃げました。ということですけど。まあ、基本的に戦争で言えば、まあ、ドイツとフランスの戦いはドイツの圧勝で終わったわけなので、フランス軍が強かったかどうか論争になってしまうと、まあ、負けた国ですからね。まあ、そこにはあんまり高い評価をつけられないっていうのは確かですね。まあそれで言ってあらまあイタリア軍の弱さなんていうのはまあ有名なわけですけれど、まあだからといって、まあ無視していいわけじゃないですからね。まあ今回の話にはまあイタリアは関わってないわけですけど、まあイタリアもどうせなら加わってほしいところですよね。フランスに空母があったかっていう話ですけど、確かシャルル・ド・ゴールっていうのが、フランスの空母だったんじゃないかなとは思いますけど、まあどうなんでしょう。ちょっと今検索をかけてみないとわかりませんが、ドゴール。シャルル・ド・ゴール自身はまあ、軍人なわけなんですけど、そこから空母の名前に確かなったような気がするんだけれどなと。ポチッと。ちょっと関係のないのって言うと変だな。ドゴールで検索したらちょっと違うものが出てきたみたいなね。フランス海軍っていうのはまあ結局、世界各国に対して軍需物資をまあ提供しているっていう意味で言うと、フランスはまあ武器商人の面があるので、世界各国に物を売る中で、まあそれを活かして自国の軍事産業っていうのをまあ育成していると。で、フランスっていうのはまあここに出てきている、原子力空母シャルル・ド・ゴールを中心とした空母打撃群を持っていますよっていうこともあるので、まあ決して空母が全くないわけではありませんよということですね。ただ、イギリスが空母クイーンエリザベスをアジア地域に派遣するのと違って、このシャルル・ド・ゴールについては今のところアジア地域に展開するっていう話は今のところニュースはちょっと聞いたことはないかなと思いますね。原子力空母シャルル・ド・ゴールを検索と。はい、出てきましたね。
原子力空母シャルル・ド・ゴールで、まあ検索すると、まあ大量に出てくるので、まあ基本的にフランスの空母もありますよということですね。ただし今回のニュースでは出てきておりません。よいしょ。ポチッと。今回の訓練の話に関しては、まあ皆さんからの書き込みはなかったんですけれども、まあ基本的にこうした対中包囲網の話っていうのは、華々しいニュースではまあ全然ありません。非常に地味なニュースとして流れるものなので、まあだからこそ見逃しちゃうよねっていう部分が結構あります。ひなののさん、日本の出雲型乾燥は間に合わないのかなっていうことなんですけれど、まあ、F35 の空母型の方がね、導入がっていうか、これがまあちょっと時間的に難しいかもしれんですね。今日本にやってきてるのは確か F35 の A 型っていう、地上にある、空港を使って、まあ、発着するタイプで、まあ、この後、空母用の F35C がまあじゃんじゃんやってこないことにはっていう感じはしますよね。ZBV さん、昔空母を売却しようとしたようなっていうことですけど、まあフランスにしてもそうなんですけど、まあ空母についてはもういらないんじゃないか論っていうのがまあ一時期流行って、まあこれはどの時代についてもそうなんですけれども、まあ例えば航空戦力がものすごい強くなった時代だともう戦車いらないんじゃないっていう話とかも出ましたし、まあ今だと、戦闘機に機銃はいらないんじゃないかっていう話とかですね。まあ基本的に近接戦闘みたいなものはもうほぼない状態なので、まあミサイルを運ぶものとしての戦闘機であれば十分だろうっていう話とかですね。まあ最近だと、機銃を作るぐらいだったら、それだったら、まあレーザー兵器の開発にもうちょっとお金かけてよなんていう話もあって、実際アメリカではこの機銃に代わるものとしてまあレーザー兵器をつけましょうっていうことで、まあ開発が進められているそうですね。まあ日本だとこの部分についての報道がほぼないので、もしかしたら、レーザー兵器の開発自衛隊は進んでないのかもしれないなっていうちょっと心配はありますね。三月ますさん、赤城とか加賀、また日本が何でもないですっていうことですけど、まあ空母については、どの名前が良いでしょうかね。まあ飛龍がいいのかなとか思ったりしますし、逆に信濃ってつけるとちょっとまあ不吉な感じがするみたいにはちょっと思いますけれど、まあそれこそまあ大和ってつけるっていう日が来ても別に私は問題ないと思いますけどね。別に陸奥だったらいいのか、じゃあ、武蔵はダメなのかとかね、まあそういう名前論争っていうのはあるわけなんですけど、まあただひらがなはずっとかっこ悪いなとは思いますね、今の。やっぱり、漢字の方がいいなと思うんですけどね。軍艦って言っちゃダメなのかな。千代田かな。イリソールさん、こんばんは。こちらのアカウントが1年経ったやつだったということですけど。ヤマトはロマンということですけど、やっぱりロマンにしちゃまずいですよね。まあ、単純に、まあ、空母ヤマトっていうのは、まあ、第二次世界大戦時に言われる時のような、まあ、イフ物語としてはよく言われているものなので、まあ、現代になって、空母ヤマトができても別に私は問題ないと思いますけどね。ゆうゆうメルモさん、兵器といえば、ヤフーニュースで電磁波でしたっけ？それをやってるとかなんとか怖いですっていうことなんですけど、これはアメリカの大使館員とかがですね、まあ非常に脳障害を負ったんじゃないかって言われるようなニュースがありましてですね。で、それがまあマイクロ波振動のような兵器を使っているんじゃないか。まあもしくは、ゆうゆうメルモさんが書かれているように電磁波攻撃じゃないかって言われる。まあいわゆる目に見えないものを使って、工作活動を行って、その結果として、大使館員たちがまあ何か脳障害を負ったんではないかっていう話なんかが出ております。ただこれはですね、確認のしようが今のところないんじゃないかっていうことで、なかなかはっきりとはしないんですよね。雨の中のクマさん、
宇宙戦艦ヤマトってお隣からクレーム来ないのか。どうなんでしょうね。多分、気になったらするんだろうなとは思うんですけど、まあ宇宙戦艦だからなっていう部分はちょっとあるかもしれないですね。ソウンキョウさん、シナノに通じから海外受けはある。なるほど。なるほどね。うん。ローマ字でもしも書いたときに、なんかチャイナっぽくなっちゃうなっていうことですよね。シナノが。はい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 。まあでもやっぱり機関となるような、ものに、まあヤマトであるとかムツであるとか、まあナガトであるとか、まあそのあたり、まあ代表的な艦名をつけるのはいいとは思うんですけどね。というわけで、次は皆さんの書き込みの方をちょっと取り上げましょうかね。特にニュースは用意してないですが、まあ、サクッと、お答えできるもの、ちょっと先にお答えしておきましょう。アンムキオ619さん、上川さんはどのような音が好きですか？私は最近アヒルの葉づくろいの音にハマっております。何かおすすめの ASMR がありましたら、ぜひ教えてください。ということなんですけど、私、何かの音っていうものに対しては、特定のもの、これがいいなって思ってるのは特にないんですけれど、基本的に BGM としているものとしては、もうテレビのつけっぱなしにしてるんですよね、私の場合。で、テレビを聞いてるかって言われると、まあ、ほぼ聞いてないんですよ。なので、例えば何かの情報を取ろうと思って、パソコンでニュースサイトをバーっと閲覧してると。で、その時もう頭の中は大抵ニュースの記事を読んでるわけです。で、BGM としてテレビの方がかかっていて、まあ何かベラベラ喋っとるみたいな感じで、で、脳みその使い方としては95% ぐらいはニュースを読んでるんだけど、5% ぐらいはそのテレビの何を喋ってるかっていうのを聞いてると思うんですよ。で、大抵ですね、この 5% 程度しか割り当てないで十分だなって思う。まあ、そんぐらいの感じでテレビの情報っていうのが流れてるんですよね。まあ、どうしてもですね、テレビコメンテーターの方がどう思われますかみたいな部分で、話しているところが、非常に大部分なので、あんまり情報として詰まってるわけじゃなかったりするんですよね。感情的に、この対策悪いよね、みたいな話を、悪い、みたいな話ばっかりしとって、なんだろうな。話し合いをしていますよっていうのを見る目的としてはいいんだろうけど、情報を得るための媒体としてはテレビがどんどん役に立たないものになっていて、もうそれこそ BGM 代わりにするぐらいの、なんていうかな、価値しかないのかなっていうふうにちょっと最近思いますよね。で、気持ちを落ち着けるんだったら、私はやっぱり自然の音が良いと思うので、それこそ川のせせらぎの音のようなものとか、もしくは滝の映像とか、あと、最近だとあまり見てないんですけど、沖縄のビーチの映像を繰り返し流すみたいなサイトが昔あって、そこを、なんていうかな、BGM 代わりじゃないですけど、流しっぱなしにしてる時期とかもありました。そんな感じで、心の落ち着くものか、もしくは、本当にあんまり役に立たないんだけど、もしかしたら役に立つかもしれないみたいなものを、BGM として流すなーってことをしたりもしますね。というわけで、アンモキア619さん、書き込みありがとうございました。続いては、新天地さんのちょっと書き込み。こちらニュースも用意してないので、サクッとコメントをお返ししようと思います。中国が月の裏側に基地のようなものを建設するとかしないとか、実際中国の台所は火の車らしいのに大丈夫なんでしょうか？もっと他に使うべきところがあるのではと思います。ということで。まず第一に、中国の宇宙開発っていうのは何を目的にしているかっていうと、基本的には、アメリカを追い越してっていうのが、第一目標です。中国の場合だとですね、資源開発をして、私が宇宙で歯を唱えるんだっていうようなものよりは、どっちかっていうと、アメリカを意識して、アメリカより中国はすごいんだぞっていうことを見せることが、目的になってるんじゃないかなとは私は思ってます。で、その成果として、アメリカのやったことは、
中国もできるし、そしていずれはアメリカもできていないようなことを中国の方が先にやったんだっていうふうに言えるように、まあ今は開発を進めていると私は思っています。で、その一環としてですね、中国がまあ月面に基地を作ろうっていう計画もまさにアメリカより我々の方が先に開発を進めたんだぞっていうのを、まあ、ある意味世界に向けてまあ発信するし、また中国の国民向けに対しても私たちは非常に優れている国なんだっていう、まあこういった話を、まあ堂々と言えるような成果として、まあ中国に月面基地を作ろうっていうお話がまあ進んでいるわけです。なのでですね、中国としては、まあある意味、お金に関しては、ガンガンかけてもいいよっていう気持ちが今はあるんだと思います。まあそういった意味で国民の、気持ちを高める、まあ自信を深める、まあそういった意味の目的があるので、まあ直接的にここで利益を得ようっていう部分はあんまりないんじゃないかなと思いますね。お金をかけてそこから利益を得てっていう、まあ損得感情っていうのは、まあちょっと横に置いてるのがあると思いますね。これは昔の話なんですけど、米ソの対立っていうのがあった時も、ソ連は宇宙開発を進めましたよっていうのが、まあ確かにあったわけです。じゃあそれによってお金を得たのかって言われると別に、まあお金は得ていませんでした。ソ連の場合だとそれこそ、私たちの方が宇宙開発は非常に進んでいる。科学技術がアメリカよりも優れているぞっていうと、まあある意味宣伝する効果として宇宙開発をやっていたので、やっぱりここでもあまりお金の面で大きな利益を得ることが目的ではなかったんですよね。まあ一方でアメリカの方がじゃあ今どうなっているかっていうと、あまりそういった、国威発揚っていう面はまあ姿としてはあまりなくてですね、どちらかというと民間企業の開発なんかもどんどんと、参入を促しているような状況なので、どちらかというとそういった国威発揚よりもビジネスとしての宇宙開発に少しずつ、舵を切っている状況です。まあテスラモーターの CEO でおなじみのイーロン・マスクなんかが、火星探査のための準備をどんどん進めていますよっていうものは、まあニュースで結構見るかとは思うんですけど、まあそういったことっていうのは NASA のまあ宇宙開発ロケットなんかをどんどんと民間の方から調達しましょうねっていう、まあそういった流れから出てきた話ですし、また Amazon の、現在は、現在はどこの地位だったかな、会長だったかな、もう CEO が去ったとは思うんですけど、ジェフ・ベゾス氏なんかも、この宇宙開発には非常に乗り気で、まあ、イーロン・マスクに負けず劣らず金をかけて、自分たちも宇宙開発に乗り出そうっていうような話もしております。まあこのあたりはですね、民間企業の中から宇宙ビジネスっていうのが発達して、その宇宙ビジネスっていうのがまさに、まあ次世代の大きな産業になるっていう、まあ、未来像をアメリカは描いていると。で、中国の場合だとそういった民間企業がではなくてですね、もう中国共産党は偉いんだぞ的な部分で、まあ国家としてやりますよっていう、まあこのあたりがアメリカと中国とまあ今大きな差になってますね。で、どちらの方が先々伸びていくかって言われると、最初の頃はやっぱりお金をかけてっていうのが厳しいので、アメリカ型がスタートには向いてるんです。で、中国もまだまだそういった意味では、民間企業が育っているわけではないんで、まあ、開発初期としては国家が携わるっていうのは間違ってはないんですけど、でも、アメリカの方が私は1歩、2歩、3歩と結構進んでると思いますね。この点に関して言えば。というわけで、地天地さんのお話なんですけれど、まあ中国が月の裏側に月面基地を築こうとしているっていうのは、まあこれはもう中国側の発表もまさにそうなので、別にこれは隠していることではありません。中国としては、月面基地作るぞ、火星にだって探査機を送るぞ、いずれはアメリカものやってないようなこともきっと我々はやってのけるぞっていうふうに言ってるので、まあこういった計画に関しては別に公開情報なので特に隠しているわけではありません。
将来的に言うと、アメリカの方が先を行くとは思うんですが、今のところは中国はこのメンツを非常に重視しているので、いずれはアメリカより先に何々をやるぞっていうことを大事にしているので、月面基地を何としてでもゴリ押しで作る可能性は十分ありますね。で、月に月面基地を作る理由っていうのは、資源問題で言えば、ヘリウム3っていう、資源を、今のうちからせっせと取っていこうかなっていう、考え方もあるかもしれませんし、また未知の、鉱物資源があるかもしれないので、そういったものも調べてみないとわからないと。あとは無重力化、そのぐらいの低重力化だと、工業生産が全く違うものとして発展するかもしれないので、そういったこともある意味先行投資ですよね。このあたりは花を開くかどうかっていうのはやってみないとわからない部分でございます。よいしょ。というわけで、もっと他に使うべきところがあるんではないですかっていう話だと、いくらでもあると思います、それは。何しろ中国の場合だと、社会福祉っていうのが非常に手薄なんですよね。共産主義っていうのはそもそもで言うと、社会福祉政策は一般的には充実しているべきはずの、思想なんですけれども、中国共産党の場合だと共産主義者ではないんですね、はっきり言って。彼らは自分たちが貴族階級として成立するために、共産主義っていう看板を掲げて、自分たちを支配者層として、固定化し、で、中国の人民っていうのはその貴族層を支えるための人民ですよっていう形にしているので、社会福祉制度っていうのは自然と切り捨てられている状況です。で、そのような状況だと、国民っていうのはじゃあどうやって、老後を迎えるかって言われると、そこには彼らにとって非常に都合のいい考え方を持ってくるわけですよね。子供たちっていうのは親御さんたちを大事にして、そのためにしっかりとお金を、親御さんたちに渡しなさい。親の扶養っていうのは、子供たちの義務であるっていう考え方ですよね。これは共産主義ではなくてですね、祖先崇拝の、もともとある土着の考え方なので、本来だったら、共産主義とは全く無関係なんですけど、共産党としてはそういった共産主義に基づいた社会福祉の充実というのがめんどくさいなと思ってるし、お金も出したくないなって思ってるので、そういった昔からあるみんなの、祖先崇拝の気持ち、家族崇拝っていうものを、引っ張り出してきて、あなたたちも自分たちで何とかしなさいよって丸投げするわけですよね。孫中山さん。一応あちらの方が言うには年金制度はあるらしい。年金制度それ自体はあって、中国における年金制度っていうのは日本における国民年金とほぼほぼ同じぐらいの額がもらえるそうです。年間、60万円だったかな。確かニュース記事で読んだ時は64万から70万円ぐらいの年金が出るそうです。なので全くないっていうわけではないんですけれども、ただ、本来だったら共産主義っていうのはそういったものじゃないレベルでの、福祉政策を充実させるっていうのが本来の趣旨の、イデオロギーなんですけどね。と私なんかは思ってしまいますね。ちょっとな。というわけで、地天地さんの書き込みありがとうございました。さて、中国の話が続いているので、この後も中国の話いきましょう。次は H チワワさんの書き込みを、読み上げますね。中国のコロナワクチンの効果は実際にどうなのか知りたいです。ワクチン接種率が高いと言われているインドの今の現状はどうでしょうということで、まず中国のワクチンの話からスタートして、その後インドの話へと続きましょう。待ってくださいね。記事は用意して。これはジェノサイドの話か。土地買収と。どこだったかな。あった。で、中国のワクチンなんですけど、基本的にはですね、治験っていうのが世界各国で行われました。南米であるとか中東であるとか、そのあたりで、あと東南アジアでも行われました。で、それらの治験の結果によってですね、結構各国で効果については違いが見られました。一番低いところだと、
私が見たのは、南米ブラジルでおける知見だと、まあ、感染予防効果はまあ 50% ぐらいじゃないか、みたいな感じでですね、この 50% を切ったら、これダメなんじゃないのって話になるわけですよ。40% とか 30% だったら、これ打つ意味あるのっていう話になるわけですよ。だけど一応南米の知見だとまあ 50% が出たんで、まあこれ一応基準内に入ってるから使うのを承認しようかっていう話にはなったそうです。で、トルコで行われた知見だとこれがですね、90% ぐらいになってですね、同じぐらいの時期に知見が行われたのに、南米ブラジルではまあ 50% で、トルコで行われた時は 90% で、これ何よみたいな話になったわけです。で、その後インドネシアとかで行われたりもしたんですけど、こちらだと 70% ぐらいだったかな。まあ、つまりですね、全く品質が安定していないのか、品質問題じゃなくて、そもそも人種に向けて何か特定の効果差が出るのか、まあ、とにかくあんまりなんていうかな、もう大歓迎で使えるようなものじゃないですよっていうのがまず数値として出てきております。で、今回ご紹介する記事もそういった意味で、いや、中国のワクチン、これ信用していいのっていうお話の一つ記事でございます。こちらはウォールストリートジャーナルの記事で、ワクチン接種率世界一、でも感染再燃した国、島国セーシェル、中国シノファーム製ワクチンの効果に疑問もという記事をちょっとご紹介しようと思います。インド洋の島国セーシェルは人口あたりの新型コロナウイルスワクチン接種率が世界のどの国よりも高い。だが、感染再燃の抑制がままならず、住民が接種したワクチンの大半を占める中国製ワクチンの効果に対する疑問が強まっている。セーシェルで唯一のコロナ治療センターにはここ数日、治療を求める患者が殺到し、医療が逼迫している。115の島で構成されるセーシェルの保健当局によると、感染拡大はこれまでで最悪の状況だ。症状が見られる感染者数は1日あたり300人超に急増し、累計8172人に達した。政府はロックダウン、都市封鎖の再導入を強いられている。感染者数は少ないとはいえ、地理的に孤立した人口わずか10万人の小国にとっては、桁外れに大きな問題となる。日々の感染率はインドを上回る。セーシェル政府は人口の6割超にワクチンを接種済みで、感染の再燃は衝撃的と受け止められている。中国国有の製薬大手、中国医薬集団、シノファームのワクチンを接種したのは約3万8000人。残りは製薬大手アストラゼネカが開発し、インドのセラムインスティテュートが生産したワクチンの接種を受けた。保健省によると、新たな感染者の3分の1余りはワクチン接種を完了していた。セーシェルの当局者は、そのうち何人が中国製ワクチンを打っていたか明らかにしていない。保健省は10日の声明で、感染率は依然として高く懸念されると述べた。で、残りの記事の部分は、まあその後どうなったのかっていうお話をしているわけなんですけど、まあこの記事について、まあ非常に重要なのは、まずこの島国、人口が10万人です。まあ非常に小さい国です。まあ日本だと、何々市っていうそのぐらいのレベルの、国なんですけれど、まあ人口が少ないっていうことは、この人数に対してどれだけの接種率があるかっていうことで集団免疫っていうのを獲得しやすい状況なわけです。だいたい人口の 60% から 70% ぐらいの人たちが、ワクチンを打った状態であれば、集団免疫っていうのを獲得したとみなせるぐらいの、予防効果が発揮できると言われています。なのにですね、この話はたくさんの人たちが打ちましたよ。10万人の人口に対して3万8000人の人たちがワクチンを受けた。まあ、集団免疫というにはちょっと足りないんですが、だからといって、じゃあ、この状況で集団感染がガンガンに発生するかって言われると、いや、そんなことはないはずなのになと言える状況なわけです。で、ここで出てきているのが、中国医薬集団シノファームのワクチンを使ったことによって、なんか、打ったんだけど効いてない人たちが、
なんていうか、予想以上に多いんじゃないかなっていうふうに疑問を持たれているわけです。まあ、最初に言ったように、南米ブラジルで行われた治験においては、まあ、50% 程度しか効かないんじゃないかっていう話もあったわけです。まあ、つまり、1万人の人たちがワクチンを打ちました、少し安心ですねってなっても、半分の人たちはそもそも効かないっていうところからスタートして、ここで重要なのは、ワクチンを打って効果が出たとしても、じゃあかからないのかっていうと、そうではないですよっていう話です。ワクチンっていうのはあくまでもリスクを下げますよっていうことなんです。かかる率を下げます。重症化する確率を下げます。決して 100%、かからないですよなんていう話ではありませんよっていうことなんです。まあ、つまり1万人の人たちが受けました。50% の人たちはまあそもそも効いてません。そして、打った 50% 効いた人たちも、そもそも、全くかからないようになるわけではないので、やっぱりかかりますよっていう人たちがいるわけです。まあ、っていう具合にしてですね、中国のワクチンについては私は全く、信用できないというふうには私は思ってますね。はい。というわけで、中国製のワクチンについては私は全く信用できないし、全く、それに該当するようなニュースなんかも出ておりますよというお話でした。チャットの方で、あった、カリュサイサイさんですね。よいしょ。南米でチャイナワクチン使用で逆に感染者増えたと言われてるけどっていう話なんですけど、これなんかはですね、カリュサイさんは書いてないですけど、確かチリとかネパールとかそのあたり南米の国においてですね、先進国のワクチンが手配できませんでしたってなった時に、中国がですね、ワクチン外交を展開している。その関係で、中国の方だったら買えるっていう話になって中国製のワクチンを導入したんですよ。ところがですね、カリュサイさんが書かれているように、ワクチンの導入が始まってみんなバンバン打ったんだけど、でも結果としては大流行して、なんだこれワクチン全然意味ないじゃないかっていう話になったっていうね。今 HC さんワクチンが特効薬と勘違いしてないっていう話なんですけど、まさに現地ではそれが起こりました。ワクチンさえ打ってれば大丈夫だっていうふうに思った人たちが大量に出てですね、例えば、みんななるべく家にいましょうねみたいな話を日本だとするじゃないですか。で、海外についても感染者数がたくさん多く出た街っていうのはそういった状況になるわけです。で、日本よりもむしろ海外の方がそういった、禁止令も外出するなみたいな形での、強い圧力をかけることがあるわけなんですけど、ケイタロウさん、チリの話ですね。ありがとうございます。チリの方だと、このチャイナワクチンを大量にみんなに打ったことによって、もう大丈夫だろうっていう完全な勘違いが蔓延してしまって、もうみんな、もう大丈夫だみたいな感じで、普段通りの生活に一気に戻ったら、そこにですね、一気に感染が爆発するっていう状況が起こってしまったわけです。先ほども言ったように集団免疫を獲得するためには、人口の 60% から 70% が打つまでは、あくまでもワクチンが効くのはワクチンを打った人だけにしか過ぎないわけです。打ってない人たちが、たくさんの人が打ってるからもう大丈夫だわって言って何でもかんでもしていいわっていう状態ではないわけです。で、それがまさに勘違いを生んで感染爆発が起こったっていうね。しかも、導入されたのは、中国製のワクチンだったもんだから、期待以上の効果は全然出ませんでしたよっていうことですね。ひなのさん、ワクチンは2回接種で効果が出るのには時間がかかるのではということですけど、まずですね、新型コロナに対するワクチン、まず1回目の接種だと効果としては3割程度しかないというふうに言われております。ファイザーの場合だと3割程度で、中国製のワクチンだと2回打ったとしても、それが 50% だとしたら、1回目なんてあんまりもう気にならないレベルでしか効かないと。で、ファイザーのものについても、2回打ってだいたい1週間、2週間経ったところからちゃんとした効果が出ますよっていうふうに規定しているそうです。なので、2回目のワクチン打ったわって言って翌日の状態はまだ、ワクチンの効果としては十分に出てない状態なわけですね。なので、打ったからイコール何してもいいわっていうわけではないっていうのをちょっと気をつけないといけないところですね。うん。
ポチッとな。おっと、画面間違えた。というわけで、さて、世界の話をちょっと行きましょうかね。まあ、H チワワさんの書き込みは、この中国ワクチンについての効果、あと、ワクチン接種率が高いと言われているインドの今の現状どうなのでしょうというこの部分についてのお話をしましょう。まずは、こっちかな。で、日本だと、この、世界のワクチンの接種状況どうなってるかなっていうのを、まあ一覧できるサイトというのがあんまりないので、今回は NHK がこういった集計を行っているので、こちらをご紹介しようと思います。世界のワクチン接種状況という、まあそのものズバリの、サイトが用意してあってですね、なるほど、こうなっているんだっていうのがまあ結構わかるわけなんですけど、ここでですね、さあ、意外だなと思われる部分としては、世界のワクチン接種回数累計として1位にどこの国がっていう話になった時に、中国がドーンと来て、っていうふうに思いませんか、皆さん。中国はですね、一応自称国内には、新型コロナ患者は現在のところいませんよっていう、まあ、候補をしているわけです。でも、接種回数ではまあ見てのご覧の通りっていう感じで、3億6690万回打ってますぜっていうのが出てくるわけですね。おやおや、おかしいぞ。ほとんどの人が、っていうかゼロなんじゃなかったのなんて私なんかは思ってしまうわけなんですが。さて、まあそれはそれとしてではですね、コミュニティの方の書き込みであったインドについてなんですけど、インドではワクチン接種回数は現在1億8000万回まで来ております。1億8000万回っていうと、まあ日本人で言えば、まあとりあえず1回分全員打って、さらに2回目突入してるなぐらいな、状態なんですけれども、しかし、よいしょ、こちらインドの新規感染者数と死亡者数のグラフなんですけれど、まあ、この波だけを見てるとなんかちっちゃいところからズドーンと急に来たなっていう風に見えるわけなんですけど、ちょっと桁がちょっと違うんですよね。例えば2月、1日だとですね、ちょっと2月1日はピンポイントで出ないんですけど、あった。2月1日だとインドだと新たな感染者数、まあこれは確認数なんですけど、これが1日8635人でしたよっていうところから、ぐりぐり上がって、4月の頭ぐらいにはですね、これが1日の感染者の確認数として、10万人を突破したので、その後10万人、20万人、30万人、そして、最高だと40万人を超える日が出てきました。4月30日40万1000人ぐらいですね。5月の5日だと1日あたりで41万2431人というふうに出ているので、で、この40万人を超えてくるっていうと、まあちょっと尋常じゃないレベルですよっていうのはまあ皆さんもご存知だとは思いますけれども、あれおかしいぞ、ワクチンこんなに打ってるはずなのになんでそんなになるのってまあ思われる方もたくさんおられると思います。なんだワクチン意味ないじゃないかっていうふうに思われたとしたら、でもそこは違うんですよっていうところは言っておかないといけないんですね。というのもですね、先ほども述べたようにチリの話でありましたけれど、集団免疫を獲得するまでは、ワクチンはワクチンを打った人にしか効かないんです。っていう、まあこの大原則が大事なんですね。たとえ1億何千万回打ちましたよって話があってもですね、インドの人口は13億6千万人いるわけです。13億6千万人の人口に対してワクチンが1億何千万回ですから、はっきり言ってですね、8割ぐらいの人はワクチンを受けてないわけです。こんな状況だと別に、正直集団免疫は全く期待できない状態なんですね。だから、油断してしまうと感染は広がってしまいますよっていう話にどうしてもつながるわけです。なのでこの1億何千万回が例えば人口5000万人の国だったらもう全員が打ちましたよっていう話で、これはもう集団免疫もバッチリだなっていう話になるわけですけど、インドに関してはもともと打たないといけない人数が13億人いるわけなので、1億回打った程度じゃまだまだ足りなかったっていうのが現実なんですよね。なのでですね、このワクチンをどれだけの人口比で打っているかっていうのがまあ重要になるわけです。
世界のワクチン接種回数100人あたりっていうデータとかがありますね。ちょっとこれを見ていこうかな。ちょっと待ってくださいね。他だと、これが一番いいな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。というわけで、人口の多い少ないっていうのがどうしてもあるので、じゃあ、どのくらいの割合で打ってるのかなっていうのが非常に重要になってくるわけです。先ほど1億8000万回ぐらいの人たち、1億8000万回ワクチンを打ったよっていうインドが、人口に対してどのくらい打ってるかってなると、いきなり、下の方の順位になるわけです。インドだと100人あたりだと 13.02 回っていうことなので、下の方ですよと。で、逆に、先ほど出てきたチリの話だと 86.15 回っていう、つまり多くの人たちが打ってて大丈夫だなっていう油断した原因っていうのがここなわけですね。チリだと100人あたり 86.15 回。なんかこれだけ見ると、すごいじゃないかって思うわけですけど、先ほど言ったように落とし穴として中国ワクチンを使ってましたよっていうこともあるし、結局のところ打ってない人たちには効かないんですよっていうその大前提を忘れて、打ってない人たちもこんなに打ってるんだからもう大丈夫だろうっていう油断は危険っていう話ですね。よいしょ。ちなみにワクチンが広く行き渡ってもう大丈夫だろうっていう、まさに慢心している、もう油断、しまくっている状況っていうのが、イスラエルでは起こっております。で、その油断してもいいような状況になったっていうのは結局のところ、一番性能が良いというふうに現在のところ評価されているファイザー製のワクチンをもうバンバン国民に使いましたよっていうイスラエルで、イスラエルでも確かにこの感染の波っていうのはズドーン、ズドーンと2回来ました。で、これもですね、先ほども言ったように、ワクチンはワクチンを打ってる人にしか効かないっていう大原則なので、ワクチン接種がいくら進んでも打ってない人たちがかかりますよっていうこの大原則自体は、イスラエルでも発生したわけです。ところがですね、ワクチン接種が、どんどんと進めば進むほど、集団免疫に近づく状態になってくるので、誰かがかかっても他の人に移す確率っていうのが下がっていくわけです。時間の経過とともに。で、それに伴って集団感染っていうのが発生せず、個別の人感染、A さんから B さんに移しましたよ、そこで終了ってなれば、全体としての感染は収束していくわけです。そして結果として現在ではですね、1日の感染者数が、今、3桁ですね。100人とか、そのぐらいのレベルで、いってるかな。2桁の日もありますね。4月26日で83人なので、1週間平均でも127人ということなので、状態としては非常に良いところまで来たと。で、孫中山さん。イスラエルはどこから仕入れたんだろうということですけど、これはユダヤ人脈を生かして、ファイザーの CEO と、積極的にお話をして、導入したっていうところで、有名ですよね。で、イスラエルがなぜファイザー製のワクチンに、ものすごく肩入れしたかって言われると、この点に関しては、ニュース記事にもなってたりするんですけど、イスラエルの諜報機関のモサドっていうところがあって、そのモサドっていうのが、世界各国にどこのワクチンがいいだろうかっていうのを、結構調べたんだそうです。それこそ中国製のワクチンも含めて、世界中のワクチンっていうのを、ある程度治験の状態のもの、治験に入る前のものも含めて、早期にいろんなところからかき集めてきて、で、それを元にしてですね、自国でどれが一番いいだろうかっていう話になった時に、ファイザーのものが一番いいっていうのが、イスラエルの中で、結論になったと。で、一番いいもので、しかも、ユダヤ人脈のつながりがある、もう、ファイザーにもう任せようっていうことでも積極的に導入するということになったようですね。で、ファイザーの方もファイザーの方で、自分たちのワクチンを使うことによる効果っていうのを
情報として広く集めて、それを元にして世界に売りたいっていうこともあったので、イスラエル側に大量に供給する代わりに、その代わりに打った時、その後のデータ全部詳細をファイザーに上げてねっていう、この話し合いがイスラエル政府とついたそうです。なので、ファイザーとしては、積極的に売りたい、その情報を、大量に得るためにイスラエル政府と結託する形で活動が行われたというところですね。よいしょ。なので、イスラエルは中国製のワクチンは、一応情報収集としては持ってきたんだけど、こいつは使えないわって言って、ファイザーのものを、選びましたよということですね。よいしょ。それがこういった結果につながってしまったというところですね。インドとイスラエルとでは、現在の安心度合いがもう全く桁違いになってしまいましたということですね。よいしょ。で、この後、インドの問題っていうのが、なかなか収束するには、時間がかかるとは思うんですけど、実はインドっていうのはですね、世界のワクチン工場と呼ばれるぐらい、ワクチンを大量製造する国でして、そういった国で、新型コロナが流行ってしまったので、海外への輸出がめちゃくちゃ滞るんじゃないかって言われてるのが、今痛いところですよね。イギリスのアストラゼネカがこの中国じゃなかった、インドの製薬大手に対して受託生産っていうのを依頼していて、そこで大量にワッサワッサ作って、よし世界中に輸出しようと思ったらインドで大量に必要になってしまったっていうことがあって、東南アジアとかアフリカ大陸とか中東とかそういったところに、どんどんワクチンを輸出する計画が滞っているっていう問題が今ありますよね。うん。ポチッとな。といったところが、中国関連のお話でございました。ポチッと。インドの現状としてはまだまだ厳しい状態は続きますね。人口が多いんで、自分たちは関係ないと思ってる人たちも、インドにはどうしても存在しています。例えば1日40万人関わりましたよってなっても、先ほども言ったように人口が13億あると、たかだか40万人だろうって、まさに、油断してしまう人たちっていうのがいてしまうわけなんですね。このあたりが、私たちの感覚とのズレですよね。40万人いるから気をつけなきゃって考えるのか、40万人しかいないからまだ大丈夫だって考えるかっていうのは、結構、なんていうかな、物の見方によって結構違う部分ですよね。そのために、インドでは自分の住んでいる地域では流行ってないから、世界各国がインドで新型コロナ流行って大変だねって報道するのは間違いだっていうふうに、そう主張される方もおるそうです。これなんかはもう住んでいる地域によっては全然流行ってない地域があるっていうのは日本国内でも全く同じで、例えば大阪の地域では病床が全然足りませんよってなってる一方において、いやうちの県全然誰もかかってないんだけどなっていうところは日本でもありますからね。それと同じことがインドでも全く同様の例として起きているようですね。というわけで、H チワワさんの書き込みありがとうございました。さて、ニュースについてはちょっと用意してはいないんですが、中国の話でこのまま引き続きいきましょう。ちっと。ソヨンキョウさんのコミュニティの書き込みをご紹介します。梅雨の風物詩となった三峡ダムはどんな手段で崩壊を防ぐか、上川さんの予想をお聞かせくださいということで、こちらの話をしましょう。先週だったかな？前回の生放送の時にですね、この三峡ダムについての話を私しました。これから雨のシーズンが始まるとですね、YouTube では、冷やし中華始めましたよと同じぐらいの感じで、三峡ダムが崩壊するっていう風に主張する動画が、量産体制に入ります。これはですね、誰かがではなくてですね、中国の話に関して動画を作っている方だったらほぼほぼ、同じ道を通るんじゃないかなっていうぐらいに量産されるので、私はもう季節の風物詩だと思っております。で、三峡ダムについて言えば、どんな手段で崩壊を防ぐかと言われれば、基本的には補修工事をするしかないわけですよね。結局、コンクリート構造物っていうのは永遠のものではないので、ずっと補修をかけていくしかないと。
で、私も不動産会社の、ちょっと関連事業でお仕事を手伝ったことあって、橋とかトンネルの、コンクリート構造物の、その、傷の診断というか、そういったものをお手伝いしていた時期が、まあ、半年ぐらいあって、ちょっとお手伝いしたんですけれど、日本のコンクリート構造物であっても別に亀裂が走るっていうのはまあ日常的に起こっています。で、この話っていうのは、まあそんなわけないわっていうふうに思われる方もいるかとは思うんですけど、別に人間の作ったものであれば、それはもうどうしようもなく発生するものなんです。で、問題なのはですね、作った時の手抜き工事があるのかっていう話と、じゃあ、破損した時っていうのがあった時にそれを速やかに補修できるのかっていう話と、まあいろいろなところが絡んでくるわけですよね。例えば私だと、まあダムのものは見てないんですけど、まあトンネル工事とか橋の橋梁とかを見た時にですね、まあ亀裂が走ってるとか鉄筋が出ちゃってますよとか、まあそういったものを全部調査するわけです。まあコンクリート診断士っていうまあ資格を持った人が、トンカチ持ってカンカン叩いて、あ、ここのコンクリート浮いてるなとか、そういったものを、マーキングして、それを図面に起こして、それを CAD に入れ込んで、で、それをデータとして作ったら、コンサルタント会社に上げて、そのコンサルタント会社がまた、県であるとか、国土交通省とか、そういったところにデータ上げて、じゃあこの見積もりに基づいて、じゃあ保守かけようみたいな話になるわけなんですけど、まあはっきり言ってですね、ボロボロになってるものなんていっぱいあるなっていうのを結構目にしました。まあこれは日本のものだから大丈夫ではなくて、日本のものでも補修が間に合ってないものなんていくらでもあるんだなと思ったりするんですよね。で、ましてや中国のものだと不安になるっていう気持ちは私はものすごくわかります。で、中国のこの三峡ダムに関しては建設当時において、まあ手抜き工事、いわゆるしゃぶしゃぶのコンクリートを使ったんじゃないのっていう疑惑なんかは非常に言われてるわけです。というのも中国の構造物っていうのは、まあとにかく手抜きを現場でしまくるっていうのが、まあ有名じゃないですか。例えば、おからコンクリートといって中に、建築廃材なんかをバンバン入れちゃったりとか、それこそ、普通の建築廃材だったらまだマシな方で、それこそ燃えるゴミとかをどんどん入れ込んでしまってるみたいな話とか、まあそういった話もあるんで、この三峡ダムについても建設ちゃんと現場やってたんかっていうところは、まあものすごく不安なわけです。まあなんですが、今のところ壊れてないんで、そもそもの設計段階から言えば、まあ、そんなにいきなり突発的に明日いきなりぶっ壊れるとかいうことが起こるかっていうと私はそうはないと思っています。で、このしゃぶしゃぶになったやつを使っていたかもしれないっていう問題も補修をかけることができればまあまあ持つだろうというふうには思いますね。中国の場合だと中国共産党は基本的にはメンツを重んじるので、まあ現場でそのものすごい手抜き工事が行われていても、まあ関係者をまあそれこそ、まあなんていうかな、もう永遠に日の目の出ないような形にした上で責任を取らせて、まあ現場で何としても、持ちこたえさせるように工事をやり直しさせるとか、まあそういったことは十分起こりうるんじゃないかなと思っていて、まあそういったこともあって補修工事なんかもガンガンやってるだろうというふうに思ってます。で、ダムが壊れないようにするために他の方策としては、まあ補修以外にもですね、まあそもそも論としてダムに入ってくる水をそのまま流してしまうことによって圧力を逃すっていう方法があります。で、この去年の場合だと、まあ大量に上流で雨が降ってガンガン水が入ってきてこのままだと持たないっていうところから、日本国内ではこの三峡ダム崩壊するんじゃねっていう動画がまあ大流行したわけなんですけど、基本的に中国共産党はダムと、その下流域どちらの方が大事かっていうと、まあダムの方を大事にするので、まあ水をガンガン流したわけですね。もう最大限放流することによって、下流域ではまあ洪水が起こるんだけど、ダムは守られましたよ。そしてですね、最大限流してもちょっとやばいかもしれないなってなった時に次の方策としては、上流の堤防を切ってしまうっていう方法があるんですね。これは流れ込んでくる水の量が多くってダムに対する負担が高すぎるんだったら、そもそもダムにまで水が行かないようにすればよし、上流の堤防を切ってしまえっていう方法をですね、実際に去年
中国共産党は行いました。まあそれによって田畑がまあ水に沈むわけなんですけれども、そして、小さい村とかもバンバン、洪水に見舞われたわけなんですけど、じゃあそれで中国共産党は気にするかっていうと、そういったことを気にしない国だから私たちは恐怖しなければならないわけです。国民に対するその、まあ政府のなんていうかな、非人道的政策っていうのをいかに取れるかっていうところで言うと、中国共産党っていうのはそういう意味ではまあ全然気にしないところなんですよね。ダムが壊れないためだったら、それだったら他のところで被害を出せばいいじゃない。それで釣り合いを取ればいいじゃないっていう風な考え方なわけです。で、その時中国共産党が何を言うかっていうと、まあ、これは天災ですよ。まあ、いわゆる、それこそ人災ではない、あくまでも自然災害ですよっていう言い方をすればいいわけです。洪水が起こった。もうこんなに雨が降ったんだから仕方ないよねっていう風な話にすれば、それは中国共産にとってはまあ非常に良い、話のまとまり方になるわけですよね。だからこのあたりが日本人の感覚と、まあ中国共産党の感覚ですよね。日本人の感覚だったらもうそんな人命を犠牲にしてまで建物を守るのかっていう話になった時に、まあ、ものすごい論争になると思うんですけど、中国共産党はその点に関して言うと、論争の余地が全くないと。もうダムがやばいんだったら、それだったら、ダムを守るために他の人を犠牲にしてでもダムを守れっていう話が、まあ、速やかに実行されてしまうというところが、まあ、日本と中国との、まあ、感覚の大きな違いですよということですね。まあ、というわけなので、ソウン共産が書かれていた、この三峡ダムを守るために中国共産党がどんなことをするかっていうと、基本的には、なりふり構わぬ、手段でダムを守って人民を犠牲にするんではないかなっていうふうに私は思っております。まあそれは洪水っていう形で、まあ下流の人たちがまず第一に犠牲になり、次の段階として下流に放流するだけで足りないんだったら上流の堤防を切るっていう方策です。で、その時中国共産党は決して人災とは言わず、これはあくまでも自然災害ですよっていうふうに言うことによって、国民向けの説得っていうのを終わらせてしまう。まあそういった形で話をまとめて、いや、今年の雨ってのはひどかったねっていうことで終わらせてしまうのは、まあ中国共産党の手段ではないかなと思っております。まあこうなるかどうかは、それこそ今年どれだけ雨が降るかっていうところで、まあわかることでしょう。そして、三峡ダム崩壊の動画が大量に作られるかどうかっていうところも、まあ皆さんも少し、見といてくだされば、また再生数稼ぎしてるわ、この人っていう風なのを発見できる一つの、目印になるかなとは思っております。さて、それでは、あとは、今日の書き込みの最後は、旅好き和夫さんですね。ちょっと文章長いんで、ちょっと読み上げソフトを使わせていただきます。原発は危険だから使うな。火力発電は二酸化炭素増えるから使うなと文句を言う輩が増えたと思えば、再生エネルギーは冬場効率が落ちますので電力不足になる見通しです。と役人仕事、足りなくなる前に手を打てないのかと思う。残念。火力発電にしたって効率改善された発電所もあるし、アピールしない。意見を聞いたらリスク背負いましたと悲しい現状。どこで舵を誤ったんだろう。というわけで、旅好き和夫さんからは電力政策についてのお話を書き込みしていただきました。ありがとうございます。ここ最近というか、小泉環境大臣になってからというもの、この環境政策についての話というのはまあ非常に多くなっていて、で、特に政府としても、CO2 排出量を大幅に削減しますっていう話なんかはしております。まあ、この中で 46% 削減っていう数字なんかが出てきて、この 46% 削減っていうのは一体どこから出てきたんですかっていうインタビューを受けてきたときに、小泉環境大臣がなんとなくぼやっとこの 46% っていう数字が思い浮かんだんですよみたいな、まあ、返答して、インターネット上ではまあちょっと大炎上してたりしましたよね。それこそ役人の人たちがこれをすれば 1% 削れる、よしこれをやれば 2% だみたいなものを一つ一つ積み上げて、結果として 46% 削減っていうのを、これだったらできますみたいな話を詰めたんかなとまあ普通は思うじゃないですか。まあところがまあ小泉環境大臣がそんな話をまあすっ飛ばしてなんか 46% が思い浮かんだんですよみたいな話をしたから、って
っていうふうに、まあ聞いた方は思うわけで。まあちょっと恐ろしい話ですけどね。まあそれだったら 40% にしといてよとか私は思っていましたけどね。で、日本の火力発電については他の国よりも明らかに、環境負荷の低いものっていうのが開発が、進んでいます。で、これに関しては明らかにアピール不足です。で、政府としてもですね、そういった新しいものに切り替えるための、まあ、税制優遇なんかをつけるべきですし、日本国内でもこの古い火力発電というのも、まあ、現役で動いています。で、この古いものに関しては CO2 の問題以前にですね、大気汚染の問題があって、この大気汚染っていうのをまあ生み出してしまうから火力発電っていうのはなるべく避けた方がいいですよっていうところは、いわゆる環境の問題で言うと温暖化どうかとかそういった話とはまた別の問題として、まあそもそもある部分でございます。で、再生エネルギー政策の中で、まあ一番の問題っていうのは、このソーラー発電に対する結構な優遇っていうものが行われていて、そして冬になった時にこのソーラーパネル発電っていうのがまあガクーンと落ちるんで、その時にですね、結局既存の火力発電がガンガン頑張るしかないと。そして、稼働率がもうギュンギュン高いところで留まっていて、もしかしたら大停電が起こるかもしれないっていう風になったのが、今年の冬でございました。まあしかもここに天然ガスの供給問題もあって値段がガツンと上がってっていう具合にして私たちの知らないところでこの電力政策っていうのは結構ちぐはぐな状態になっていてちょっと是正しないと大変なことになりそうだと。で、私たちが一般的なニュースと知るときにはそれこそまあ来年の冬とかに例えば大停電が起こってなんでなんだってなったときに1年振り返って2020年のから2021年にかけての冬から春にかけてこんな問題があったのに日本政府は何も対策しなかったのかっていう話が出てくるかもしれません。まあここに問題があるとすれば例えばですねよく環境政策の話をするときにグレタ・ツェンベリっていう女の子が出てきてまあそれこそ恥を知れっていうような一言メッセージがまあかなり、有名になったわけなんですけど、ああいった北欧の国々と日本の国々の、日本の国々っていうとな、日本の国の違いっていうのはですね、まずそもそもヨーロッパでは原子力発電所っていうのはまあ、おおむねまあ使わないんで済むんだったら使わないんだけど使うよねっていうスタンスなんですよね。まあ、例えばフランスなんかだと原子力発電所はまあ普通にガンガン使ってて、まあ、非常に原子力依存をしています。で、ドイツなんかも原子力依存はやめようっていう話はしているんですけれども、一方で、天然ガスへの依存を深めよう。だからロシアにものすごい大金を払ってガスパイプラインを増設してでも、天然ガスを輸入しようっていうふうにしてですね、ウクライナに対しては、まあ領土的に侵略を果たしたロシアに対して資金援助をしてしまうというかなりおかしなことをまあドイツなんかはしちゃってるわけです。でグレタさんの場合だとスウェーデンだったかな、スウェーデンの原子力構成っていうのは、原子力発電所と、水力発電所のセットになってます。でこの組み合わせっていうのはある意味環境政策の中で一つの完成形でと言われていて、原子力発電所っていうのは発電量っていうのをある程度一定の状態で保つような形なので、昼の時はまあいいんですよ。問題なのは電力がみんなが使わない夜になった時に一気に下げてっていうことが難しいので、その時に余った電力で、揚水発電のために水を大量に、電気を使って高いところに上げて、まあ位置エネルギーを得ると。で、昼間になったらその高いところにあった水を下にガバーって落とすエネルギーを使って、発電に使うっていう形での水力発電にまあっていう形でまあやってますよという形なので、いわゆる日本の中だとこの原子力発電というのはもうタブーですよっていう風にちょっとなっちゃってるので、この原子力発電使えないんですけど、まあスウェーデンの場合だとそうやって原子力発電を使った状態での環境政策っていう話なので、ちょっと日本と同じに並べて日本ひどいよなって批判される言われはないんじゃないかなと私なんか思いますけどね。
で、まあ、この件に関しては私は、ものすごい超長期的な国策としては、最終目標としては核融合発電っていうのを目標にして、でも核融合発電っていうのは、まあ実用化までには、まあ大体2050年ぐらい、まあつまり現在から30年ぐらい経って、そこから、成功したとしてもさらに建設のことを考えると、また、数年かかるみたいな感じで言うと、まあ2060年ぐらいまでちょっと、まあ現実的じゃないっていうことなので、先行としては核融合発電っていうのを目指すけれど、それまでのつなぎを考えなければならないっていうことですね。なので私の場合だと、今ある原発を利用するっていうのは全然ありだと思ってます。で、新たに作る必要はないっていうふうには思ってます。というのも先ほども述べたように、まあ2050年とか2060年頃に核融合発電を実現させようっていうふうに、まあ今から取り組んでいけば多分できるんじゃないかなと思ってるので、まあそのことを考えたら今から新しい原発を作ってっていうことは、まあそれ意味ないんじゃないかなと思うので、まあそういった意味ではそこまでのつなぎをどうするかってなった時に、私は火力発電っていうのはまだ使う余地はあると思っています。まあ、ただしですね、旧来型のものっていうのはもうどんどん使うのをやめてしまって、新しいものに更新することにお金をかける必要はあるし、また石炭火力よりもなんだかんだ言って天然ガスの方が環境負荷が低いですよっていうのはまあ事実なので、そこにはある程度優遇してもいいのかなと。でもって、なるべくだったらそれ以外のものにもいろんなところに開発にお金をかけてほしいなとは思っていて、例えば洋上風力発電っていうのは日本だとうまくいかないっていう、まあよく言われるわけです。これはもう台風が来て、この羽が吹っ飛んでしまうとか、もう風力発電ぶっ壊れちゃうとか、まあいろいろ言われてるわけなんですけど、まあこれもですね、まあ少しずつ技術的な問題を解決していくことができると思うので、まあまだまだチャレンジは続けてほしいなと思いますし、また他にもですね、台風が怖いんだったら、海の流れを利用する潮流発電というものもあったりするので、まあまだまだいろいろなところで自然エネルギーを使うものっていうのはあるんじゃないかなと。まあその他、日本ではなかなかうまくはいってないんですけど、地熱発電と呼ばれるものも、日本だと温泉地のようなものがありますし、また、マグマ、火山地帯の上に日本列島があるので、この地熱発電というのも、もうちょっと開発進んだらなと思います。まあ、なので、今ある原子力発電所をある程度使って、使い終わった頃っていうのは、まあ、順次廃炉していくっていう、この基本政策っていうのは、まずあると思うんですよ。今あるものは使って順次廃炉していく。で、新規の原発はなしと。で、その代わり、一方において自然エネルギーだと地熱や風力、潮流発電なんかを開発するし、古い火力発電なんかは最新型に切り替えていって、そして、二酸化炭素が問題だっていうんだったら二酸化炭素を、地中に戻す技術なんかの開発も進んでいるので、まあそういったものも、積極的にやっていけばいいと。例えば火力発電所の何が問題かって言われると CO2 排出が悪いんだって言われるわけなんですけど、じゃあ排出する CO2 を全部、地中に戻す技術っていうのがもうまさに商業化できるんだったら何も文句言われる筋はないですよっていう話にはなりますからね。技術的な問題をクリアすれば。なので、そういった意味では、まあお金をかけてそういった技術を開発して、それを日本国内に適用するだけではなくて、海外にどんどんと売りっていう、販売していく。まあそういったことも視野にしていけばね、何も日本国内だけで、使ったお金が全部損するわっていう考え方じゃなくて、そこで培ったものをどんどんと、まあ海外に売り込んでいくっていう考え方が必要なんじゃないかなと思いますね。ミキさん、地熱発電やると温泉宿が大騒ぎしますよね。そうなんですよね。結局、温泉地だと温泉利権っていうのがあって、で、まあそういったところをなかなか使わせてもらえないし、もしくは、温泉がなくても自然公園の中で、まあ国立公園の中でそんなものを作るのかっていう反対意見なんかもあったりして、まあなかなかうまくいくわけではないんですよね。どっちも問題は間違いなくあると思います。うん。
下流再生産、地熱や風力もランニングコストが問題なんですよっていうことなんですけど、まさにそうですよね。何も問題がなければもう特に普及しているっても普及していて当然なんですけど、どっちもまだまだいろんな問題をクリアしていかないといけないんですよね。地熱発電にして言えば、先ほども言ったように火山地帯の上に日本列島があるので、どこであっても基本的にはできるんだけど、やりやすいところには大抵温泉があって、で、温泉には必ずのように温泉利権が存在するし、もしくは、自然公園の中でなかなか開発することに OK が出ないっていう問題もあります。技術的な課題としてもすぐに腐食してしまうとかね、いろんな問題がありますしね。でも技術的な問題をいかにしてクリアしていくかっていう考え方も持っていくのが、政府の考え方としては重要だよと思いますね。今できないからやらないじゃなくて、今できないことをできるようにするために、じゃあどうしたらいいだろうかっていう、そういった考え方は、これからの未来に向かっての考え方として必要ですね。というわけで、コミュニティの書き込みについては今日のところは、ひとまず全部できたんじゃないかなと思いますね。よいしょ。なので一応コミュニティの方では16、17の日付についても一応は書いてあるので、明日、明後日、もしかしたら生放送するときにコミュニティの書き込み増えていたらそちらの方を取り上げていこうと思います。ちょっと待ってください。喉がガラガラ。ZBV さん、省エネの方向には進まないね。確かにそうですね。電力消費で一番どこが伸びていますかっていう話になった時にですね、日本だと、工業とかいわゆる製造業の電力消費っていうのは伸びていません。というのも、日本国内だとこの電気代が高いっていう問題もあって、電気を大量に使う、もう電気代がコストとしてかかりますよっていう会社については、もう工場をどんどんと海外に逃げ出してしまったっていう、結構その後の状況になってしまっていて、じゃあ一体どこが電力使ってそれが伸びているかっていうと、家庭が一番伸びています。で、家庭製品って言えば一つ一つの冷蔵庫であったりエアコンであったりそういったものっていうのは以前よりは一つ一つの商品は省エネが進んでるんですけど、総じて言えるのは多くの人たちがそれ以上に多くの家電を増やしてますよっていうのが、電力消費が伸びている理由になってます。例えば、ロボット掃除機が増えましたねであるとか、湯沸かしはガスじゃなくて、瞬間湯沸かしのもの、ティファールであるとか、象印であるとかそういったものはありますよね。あとは、トイレに関して言っても以前だとつけていなかった自動、温水のやつとかもつけるようになったし、あとは家そのものをもう電化住宅に全部家のものは、ガスじゃなくて電気に切り替えましたよみたいな形で、基本的に電気を使うものとか使う形とかが、以前よりもどんどんと進んでいて、家庭っていうところで言うと消費電力っていうのは基本的には増える方向になってます。今から掃除機じゃなくってじゃあほうきを使ってねって言われてもなんとなくみんななかなかそうはいかないしっていうところですよね。ポチポチ。中川健さん、リモートでさらに増えたよね。そうですよね。みんなが家にいる時間が長くなることによってもう必然的に、ものすごく電力消費が増えましたね。で、この話をするとなんでなのっていう話になるわけなんですけど、例えばですね、職場で、事務仕事をしてますよっていう人たちが、一つのオフィスビルに、みんなが行きましたよってなった時に、そのビル丸ごと冷房するのと、それぞれの人がみんなが各家庭にいて自分の家で、冷房をかけるのどっちが消費電力が、大きいかっていうと、効率的には明らかに一つの場所にみんなが集まってその一つの建物を冷房かけた方が基本的には
全体の消費量は小さくなります。各家庭にみんながバーッと散った状態で、それぞれの家庭で冷房をかけた方がやっぱりどうしても消費電力が大きくなりますよね。よいしょ。ポチッとな。といったわけで今日のコミュニティの書き込みはここまでにしましょうかね。さて、あとは残りは、こちらの用意したニュースをいくつかご紹介して、23時ぐらいで今日は終了かなっていうふうには思っております。というわけで、あと用意しているニュースというのは、反中国包囲網の話で、日本の動きっていうのを基本的にはお伝えしているわけなんですけれども、海外でじゃあ反中国の動きがないのかって言われるとそういったわけじゃないですよっていう話もちょっとしようかなと思って、こちらカザフスタンの話なんですけれど、反中感情が高まるカザフスタン外国人への土地売却を永久禁止に、こちらフランスメディアの使えたものを、レコードチャイナが記事にしております。日本だとどうしてもですね、海外でどうなってるのかっていうニュースがちょっと分かりづらい面があって、反中国の動きっていうのがなかなか高まってないんじゃないかっていうふうに思われることもあると思うんですけど、いや、実際そういったわけではありませんよっていうニュースとして、ちょっとカザフスタンで、外国人の土地売却が禁止されましたよっていうニュースなんかが流れております。これに関してはですね、日本国内で、自衛隊の基地周辺であるとか、もしくは、行政の中央の、中央だけでは限らないんですけれど、いろんな保安上大事じゃないと思われるその周辺の土地が、中国系の資本によって、どんどん買われているんじゃないかっていう問題があって、で、これがなかなか進んでいないっていう話は、皆さんも知っているかと思われます。で、これに関連してのニュースですよね。独自取材っていう形で、産経新聞が報じています。基地周辺の土地買収、中国系など外資が700件、政府が確認ということで、以前から言われていたことを改めて調査しましたよっていう形で、こういった数値が出てきていますと。で、中国の方があからさまな形で、名前も出てるよ。そう言って分かる部分だけでも、中国側がもう土地を買ってますよ。で、そこで買ったものっていうのがどう使われるかは、今のところもう買った人の自由なので、手出しができなくなってしまう。例えばですね、買った後、特に問題のない使い方をずっとすることも可能なわけです。特に平和な時であれば。でも、少しずつそうやって根付くことによって、問題ないかなって思わせるところが怖いところなんですよね。必要な時に必要な人員を配置することによって、それまで全く問題のなかった場所がスパイ活動の拠点に変わるっていうことが十分に起こるから怖いわけです。で、今は平和の時だからいいんだけれどもっていうことですよね。もしも何か、戦争状態に発展するようなことがあった時に、そういった場所から武器が見つかることがあるかもしれないねとかね、そういった話へとつながるし、そういったものが見つからなかったとしても、情報を提供する場所としてここが、拠点になってしまうと。この施設にはどんな人間が出入りしていて、それがどのような活動をしているか、そういったものを追っていくのに、一つ固定の拠点があることは、相手側にとっては非常に有利なわけですよね。しかも数が多ければ多いほど、A という場所が潰されて使えなくなったから、じゃあ B だね。B がダメだっても、この後 C、D、E、F、G、F のみたいな形で、もう数限りなく拠点があれば、もうどんどん逃げ回って活動が続けることができる。なんていうことができるわけですよね。この件に関しては以前動画にしましたけれども、自民党の中から少しはまともにせいやっていう、法案作りが進んでいて、それに対して公明党が待ったをかけるっていう、なんちゅうこっちゃっていう、そういった話なども動画にしましたが、少しずつではありますが、状況は改善してるんですが、その少しずつが明らかに遅いので、評価としては非常に厳しい
点数をつけざるを得ないんですよね。前進する、改善していること自体は評価できるんだけど、でも事態の悪化にそれが追いついていないんだったら、まあ総合得点としてはマイナスになっちゃうっていう、なんとも言えないところですが、何もしないよりはマシだし、放置するよりは良いけれどっていう、本当にもうムムムっていうね、もう本当に歯がゆい思いがしますね。まあ特に立憲民主党とか野党側が妨害するのは、まあそういうのはまあいつものことだからわかるんですよ。ああ、また立憲民主党かみたいな形でね。立憲民主党が言うときっていうのは必ず、まあ例えば、試験制限するなであるとか、まあこういった土地規制っていうのは結局のところ、土地を自由に買う権利を、保障しているものを保障できなくする。規制をかけるんだったら規制をするだけの理由が必要だみたいな形で、まあ、へりつつこねて、なんとかやめさせようみたいな話になるわけなんですけど。まあそういうのを野党が言うんだったら、まあよくあるパターンだなと思うんですけど、与党の中でまあそういった一悶着が起こって、全く前に進まないっていうのが、まあ本当に歯がゆいところなんですよね。で、公明党は、この件に関しては、それこそ、国土交通大臣のポストをずっと取っているので、それこそ、土地規制に関しては反対の立場を取ってたんですよね。まあ自分たちの管轄するようなところだと、まあそれこそ自分たちの利権になってるわけですが、規制をかけるよってなると、規制に反対する人たちが出るので、そういった規制を受け付けたくないんですよね。また公明党ってだなっていう話をまあせざるを得ないわけです。こういった時に。ポチッとな。というわけで、日本だとそういう風にして、なかなか規制が進まないわけですけど、カザフスタンだともうこれやばいんじゃないっていう話から、もうやめようっていう話にまとまってきてますよっていうニュースが流れてきて、ああ、海外だとこういう風に前に進んでるところもあるのにな、もう日本だとなっていう風にちょっと思ってしまいます。よいしょ。で、まあ中国に対しての話なんですけど、アメリカの国務省、中国は新疆ウイグル自治区そのものを収容所にしたっていう、この表現っていうのはまあ以前に比べるとかなり一歩前進したなっていうふうに思っていて、まあ私も動画の中で伝えるときには、中国政府っていうのは、職業訓練センターという看板を掲げた収容所を作って、そこに人々を押し込めていますよ。プラスアルファとして、それぞれの各家庭に、反中国共産党的な発言や活動していないかを見張るための人員ってのを送り込んでいますよっていう話なんかはしました。まあ、いわゆる場所や、シチュエーションっていうのを限った形で、やってますよっていう話をしているわけなんですけど、まあ、それを一歩進めて、いやいや、もうそんな話じゃなくても、この地域全体全部をもうまるっと収容所と見立てた方がいいんですよっていう、まあ概念の転換を図ってるわけですね。ああ、なるほど。そういう風にして説明した方が現状を表すにはいいのかもしれないなと、まあ結構私も思ってしまいましたね。まあ確かにどこがそこがではなく、もうあの地域全体が収容所だっていう風に思った方が、まあ確かに表現として適切だなっていう風に思いますからね。よいしょ。で、これに関連しての話なんですけど、ジェノサイド条約、制裁法の検討、自民人権外交が、提言骨子案ということで、このウイグルの問題の時に、まあ他の国がどう動いてますかっていうニュースはお伝えするんですけど、その中でアメリカでは、トランプ政権時代に、ここで行われているのはジェノサイドであると、まあ批判する、そういった声が上がりました。で、このことは現在のバイデン政権も引き継いでいて、先ほども述べたような形で、まあ批判は繰り返しています。中国は新疆ウイグル自治区そのものを収容所にしたと。もうこの収容所っていうのがそれこそ第二次世界大戦時における、まあホロコーストっていうものを想像させるもの、いわゆる、もう民族の抹殺を図るっていうことから、まあジェノサイドっていう表現が使われているわけです。まあところがですね、日本はこの動きに対してですね、日本はジェノサイド条約に批准していません。批准していないんだからジェノサイド認定なんかしませんっていう形で、まあ、アメリカと比べると明らかに一段劣る展開になっているわけですね。
で、日本国内においてもですね、全く同じようにして、中国が、ウイグル自治区でジェノサイドをしている証拠があるのかないだろうっていうような形で、こういった動きに対して反対する人たちっていうのも、実際にいます。その件に関しては私は、じゃあ、それを調べるための諜報機関っていうのを作るべきだし、ジェノサイド認定できないんだったら、諜報機関を作って実際に自分で調べて、その上で情報を集めて、で、ジェノサイド条約に入れるように国内法を整備した上で、その上でしているっていうことが分かったら、ジェノサイド条約加盟、そして、声明をしっかり出してくださいねっていう、そこまで持っていけるように考えてほしいっていうところですよね。できないんだったらできるようにするっていう考え方を、ぜひとも今の日本政府にはしてほしいですよね。というわけで、自民党の中ではジェノサイド条約を、まず批准するために国内法が未整備ですよっていう問題をまずクリアするために、必要な法整備をしましょうっていうことが、提案される方向で今話し合いが行われています。つまり話し合いが行われている段階でまだ政府案として法案が出たわけではないので、前進しているわけではないっていうところがちょっと厳しいポイントですよね。で、この件に関してはですね、国連での催しがあって、そこでは中国で行われているこの問題でみんなで、話し合いを行いましょうねっていうことが催しとして行われました。で、この時にですね、中国側が、そんなことは事実としてない。あなたたちの話し合いは全く間違いだっていう批判をしたわけです。で、これに対する、この催しの時のアメリカ国連大使の方は、いや、ジェノサイドをやめるまで声を上げ続けるっていう風にして、中国側が、証拠がないものに対して批判するなっていうのに対して、アメリカ側はもうジェノサイドやめるよっていうところをもうずっと言い続けますよっていう、いわゆるもう意見の衝突が起こっているわけですね。で、中国側としては証拠を出していない、証拠は掴まれていないっていう風に考えているので、基本的にはそういったことを言うわけですよね。で、アメリカの方としては自分たちは証拠は掴んでると思ってるけど、それが、発表できるレベルのものではないっていうことから、多分出してないんでしょう。大体そういったものを出すっていうことは、一体どこから情報を入手したのかっていう、いわゆる筋道を分かってしまうので、そういうふうなものはあまり、公にできないだろうと言われていますね。で、中国の方がこのアメリカのスパイを国内から締め出すっていうことは、結構長年にわたって行われているそうでして、そのためにアメリカの方も、その自分たちの持っている情報を明かすことが結局は自分たちの放っているスパイたちの命の危険になるために、あまり出さないようにしているっていうふうには言われていますね。といったわけで、欧米各国ではこのようなジェノサイド認定に続いて中国の行っていることに対しては批判の声が上がり続けていますよっていう動きになっております。あとちょこっと全く話は変わるところで面白いなというか興味深いなと思った、ニュースがですね、最後の方をご紹介しようと思います。薄毛男性は新型コロナの重症化リスクが2倍に、アメリカの研究チームの調査で明らかにっていうね。っていうって思いました、このニュース見たときに。新型コロナウイルスのちょっと話題は、インドの話の時にしましたけど、それについて一緒にすべきだったんですけど、このニュースはですね、新型コロナウイルスの被害を男女比で比べた場合に男性の方が多いですっていうのがまず、大前提にあります。なんで性別によってこの被害が違いがあるのかなっていうのを調べているのが今の研究なわけなんですけど、例えば今までの説としては男性と女性を比べた場合において肥満率として男性の方が太ってる人が多い、いわゆる糖尿病とかの基礎疾患を持っている人が多いからではないかっていう話があったわけです。これは男性と女性と比較論を取ったときに、どっちかっていうと男性の方が太ってる人が多くて糖尿病になってる人多いよね、基礎疾患になってる人多いよねっていうところから考えになってたわけなんですけど、いやいやそうじゃないんですよっていう話で出てきたのがですね、この、
薄毛男性の話なんですよね。で、これはですね、ホルモンの話です。男性と女性ではそれこそホルモンバランスが違うわけなんですけど、で、男性の場合だと、この、どんどん薄毛になってくる話として、まあ、男性ホルモンの、まあ、悪影響と言えばいいのかな。このホルモンバランスの、加減によって、新型コロナウイルスにかかりやすくなるとか、重症化しやすくなるとかいう、そういった話につながってきてるようだっていうニュースが出てきてるんですよね。で、これがまあ真剣に調べた結果としてそういった結論になりつつあるっていうのがまあちょっと面白いところなんですよね。まあ面白いっていうか、まさか新型コロナウイルスこんな人は気をつけようねっていう欄に基礎疾患のある人っていうのは出てきて、そりゃそうだよなって思うわけじゃないですか。でももしもこの研究っていうのが進んでいって、そうだなっていう話になったら、多分男性ホルモン過多の人とかそういった書き方はしないと思うし、多分、薄毛の人はご用心をみたいな話がなんか流れてしまうんじゃないかなっていう、なかなかのちょっとね、怖い話ですよね。ただここではですね、ちょっとまあ誰が調べたかっていうところがですね、このアプライドバイオロジー社チーフメディカルオフィサーの、アンディ・ゴーレン博士とかで出てきてですね、どこの会社ですかみたいな感じをするので、まあちょっとね、どこが調べてるかっていうところについてはちょっと、って思ってしまったので、まあそういった面ではもう、まあ 100% とは思いませんけど、まあそういった研究をしてる人がいるんだなっていうところだけはちょっと、まあ押さえておこうかなと。で、こういうのはあくまでもその後どうなったかっていうのをちょっとまあ追っていくときに、以前そういった話出てたよね、ついに確かめられたのかみたいな感じにはなると思うので、まあ例えば2020年のそれこそまあ2月3月頃私の動画の中で BCG の影響がどこまで出てきているのかっていう話あったと思うんですけど、まあ現在ではあまり関係なかったんじゃないっていう話にはなりつつあるっていうこともあるので、今気にかかっている、今調査してこれが影響するかもしれないっていう話が最終結論としてそうだったよってなるかどうかはまだわからないんですよね。ただ私としては男性と女性で被害が違いますよっていう事実に対して、それがどうしてかっていう理由付けを今研究者たちが調べていて、その中の仮説の一つとして薄毛になっている人、つまりホルモンバランスの状態が一つ、新型コロナの重症化リスクに、直結するんじゃないかっていう話は、まあ一つ、なるほどそうかなって思える部分がちょっとありますね。まあちょっと怖い話ではありますが、まあこの話いつか結論が出ることでしょう。なのでちょっとね、続報を期待したいところでございます。はい。というわけでまた、ちょっとコロッと変わった話のニュースなんかも今日は用意しておりました。こちらも本当に記事の全文ではなくって、頭の部分だけご紹介しましょう。トヨタには半導体不足がなかった 10% 増益ということで、今世界中の半導体不足っていうのがニュースになっていて、半導体が足りない生産が止まってしまうよっていう話なんかが、まあ日常的に流れている場面っていうのがあるわけなんですけれども、トヨタの場合にだと、まあそういったことがありませんでしたよと。で、なんでそうなってるかっていう、その中身の結論の部分が大事で、以前だとトヨタだとジャストインタイム、必要な時に必要なものが必要な量だけあれば全然問題ないよね、在庫なんかたっぷり抱えなくてもいいよねっていう、そういった生産方式っていうのが、注目されていました。ところがですね、今トヨタ自身がそうではありませんよっていうのがまあこの記事の大事なところで、例えば東日本大震災が起こった時に工場が止まりました。復旧には1ヶ月2ヶ月かかりますってなった時に、じゃあそこで作ってる工場の製品っていうのをもう供給ないから自動車作らないのかってなったらそういったわけではありませんよ。じゃあどうするのかってなった時に、確かに必要な量だけを持つのは大事なんだけど、でも災害対応っていうものもあるし、何か
自分たちの考えつかないようなリスクで生産は滞るかもしれない。この破綻に対して対応するために必要な量を在庫は持っておきましょうねっていうところに、少し考え方が変わってきたようですね。で、トヨタ自身がそうやって、在庫っていうのを十分な量を確保していたこともあって、トヨタでは、生産量の減少っていうのが見られませんでしたよというニュースになっております。まあ、ここら辺は、昔は必要な量だけ収めさせていたトヨタの、活動っていうのも変わってきたっていうところをちょっと押さえておくのがいいかもしれないですね。あとですね、アメリカのインフラ設備、石油、をパイプラインで送りましたよっていう国内のものがあったんですけど、それがロシアのハッカー集団の攻撃によって停止してしまって、今このサイバー工作、サイバー破壊活動っていうものが注目されております。最初はアメリカのパイプラインがランサムウェア攻撃を受けて止まりましたよっていうニュースを受けたとき、私は人民解放軍か、北朝鮮かなとか思ったわけなんですけど、その後ロシアのハッカー集団ですよっていう話になって、そっちの方もあったなっていう風にして、ちょっと、見込みを間違ったんですけれども、人民解放軍っていうのもちょっと取り上げておきましょう。人民解放軍じゃなくて、北朝鮮のサイバー工作についても取り上げましょう。中国だと、それこそ人民解放軍の中に、インターネット空間で自分たちが破壊活動を行うための、軍人さんたちを、1万人、2万人単位で、要請していますよっていうのは、これは有名な話なんですけども、同じように北朝鮮の場合も、サイバー空間における、破壊活動なんかは、非常に活発に行っています。で、人民解放軍の場合だと、あんまりお金目当てですよっていうわけではなくて、破壊行動そのものであったり、情報収集の方が、メインにはなるかと思うんですけど、北朝鮮の場合だとお金に困っている問題もあって、直結してお金をガッツン奪っていく方が、彼らにしてみると、非常に、目指している方向性なんですよね。何しろアメリカで何かが問題が起こって破壊活動ができたとしても別に北朝鮮には直接的な利益にはならないので、そういった意味では北朝鮮はいかにしてお金になる破壊活動をするかっていうのが、ちょっと彼らの目的になっています。北朝鮮サイバー工作が強盗にシフト。違法収益は年間1000億円。違法収益っていう形で出てるわけなんですけど、彼らが1000億円破壊活動をすることによって得たということは、逆に言うと1000億円を出した人たちがいるっていうことです。例えばこれが企業であったり政府機関であったりすれば、当然のようにそれは非常に無駄なお金なわけですよね。例えば日本だと、三菱であるとか東芝っていうようなところに対してのハッカー攻撃があって、そこで機密情報が盗まれたんじゃないかなんていうニュースなんかは残念ながら見てしまうわけなんで、そういったところで考えても、他の国においては破壊活動を国がバックアップして行ってますよっていうこの現実はやっぱり受け入れないといけないし、私が常々諜報機関を作った方が絶対いいよっていう話をするのも、こういった他の国々では当たり前のように破壊活動に国が関わっているっていうことが分かっているんだったら、それを防ぐのもやっぱり民間企業じゃなくって、政府として公的な機関として組織を作って法律を整備して、日本を守りましょうねっていうことが、大事なんじゃないかなと思いますね。特に抑止力よりも、もうすでに実戦が始まっている分野ですからね。このサイバー空間での戦いっていうのは。ハクビさん、アメリカの石油タンクをハッカーに人質に取られて、身代金払ったんじゃなかったっていうことですけど、一部報道では5億円程度はもう支払ったんじゃないかっていうふうには言われていますね。アメリカ政府としてはなるべくだったら払ってほしくなかったんだけども、企業としてはもう払って済むんだったらっていうことで、被害額と比べて払えるお金だったんで払ったんじゃないかっていう話になっておりますね。で、結局その払ったお金っていうのが彼らにとっての活動資金になって、その活動資金として彼らがまたハッカーを新たに、雇い入れるかもしれないし、ツールを強化するかもしれないので、基本的には、払わないで済むんだったら払わないでいいですからね。
というわけで、ちょっと22時58分なんで、とりあえず用意したニュースだけご紹介して今日のニュース放送はおしまいにしましょう。韓国政府が削除させた Google コンテンツは日本の50倍以上。これじゃ独裁恥じるべきということで、こちらのニュース。Google のコンテンツって言っても、それこそ Google ニュースであったり、Google のホームページ的なものであったり、いろんなものがあるわけですけど、その中においても、私が今この放送している YouTube なんかもいわゆる Google コンテンツの中に入ります。で、Google のコンテンツっていうのはそれこそ、いろんなところからこれダメだろうっていう声がかかった時に、仕方ないねっていう消すことはあるわけです。で、それは別に企業であったり個人であったり、誰でも基本的にはできるものなんですが、特に韓国政府の場合だと、自分たちに気になるものについてはものすごい勢いで削除要請をかけていますよっていうのが、今回のニュースでございます。逆に言うとですね、日本政府ももうちょっと、問題のある動画を見つけたら削除要請出してほしいなとか、思ってしまうわけなんですけど、それ以上に韓国政府はもう徹底的に、都合の悪いものについては消してしまえっていうことを、国として取り組んでいますよっていうのが一つ数値として出てきているニュースでありました。ムン・ジェイン大統領は自分の身を守るためには非常に能力の高い人物なので、自分に反対する勢力の人たちを、公的役職から外したり、左遷させたり、といったことは日常的ですし、つい最近のニュースだと、個人の誹謗中傷に対しても、訴えるぞっていう恫喝をして、一旦は刑事裁判絶対にしようとしたんだけど、周りが騒いだからやめたいわ、みたいな感じで、そういったこともしているぐらいなので、非常に、韓国では、自分の政権を守るためにはもうなりふり構わぬ、本当にすごいことやってるなっていうふうには思いますね。というわけで、今日は21時スタートの生放送2時間が経過いたしました。皆さんからの書き込みについては今回すべて取り上げました。そして、ご紹介したニュースについても概要についてはある程度お伝えすることができたんじゃないかなと思います。韓国っていうのは今表示している旭日旗を使用すれば最大懲役10年なんていう法案の発議が出るぐらいにして、もうちょっとやってることおかしいよねっていう話は、ちょっと引き続きしていかないとね。そして、それは私は別に韓国嫌いなことじゃなくて、韓国のやってることはもう別に冷静に見てもおかしいっていうね。もう感情の動向以前にやってることおかしいよねっていう、もう本当に、しかもこれらがね、日本に対して本当に害悪的な行為であることは間違いないというふうに思っております。というわけで、今日の生放送についてはここまで。2021年5月15日、上川薫が行く、わかるニュース解説は本日はここまでにしようと思います。次回は、生放送は確率低いかな。次、日曜日、月曜日、生放送する可能性もないわけではないですが、おそらくは動画になるでしょう。というわけで、次回は動画にて皆さんお会いすることになるでしょう。おやすみなさい。そして、またね。